やっています。こんにちは、はみ肉チャンネルです。今回も岩手から南に向かってます。目的地は栃木県。前回の福島より南に行ってみます。いつものように通過する場所で寄りたい湯を見つけながら進んでいきます。栃木県に入るのはまだ数日先になりそうです。宮城県白石市、ここにまだ訪問できていないところがありました。建築が美しい釜崎温泉です。地元では木に釜崎という言葉があるほど古くから薬湯とされてきたそうです。釜崎温泉、釜崎温泉駅。釜崎温泉は約600年前、山で木を刈っていた村人が釜の先で地面を掘ったところ、湯気を伴う温泉が湧き出たのが始まりとされています。戦国時代には伊達政宗など当時の武将たちもこの湯を利用したと記録が残っています。すごいね。すごい。建物正面の景色が風情があっていいですね。すいません。日帰りの入浴、お願いします。最上屋旅館の創業は1789年とされており、釜崎温泉で最も古い歴史を持つ宿の一つです。現在の本館建物は大正時代に構えられたもので、昭和戦前の木造旅館の雰囲気を色濃く残しており、まさに歴史を感じる宿です。上もすごそう。でもこっちなんだよな。宮大工による手入れが施された風情ある建物が素敵です。そうだね。なんかかっこいいね、ここね。温泉は鉄分と塩分を豊富に含んだ茶色い濁り湯、加水循環なしの源泉かけ流しです。切り傷、冷え性、やけどなどに良いとされる岩礁食塩泉。お湯の量も十分です。ぬるくって気持ちいい。いやー、温まりました。ここも日本人を守る会の会員さんでした。私がいいなと思うところはこの会の会員さんが多いですね。かっこいいね。虫いなくなった。建物が素敵なので周りを見学してみます。あれ、別の温泉の看板が、しかも日帰り入浴歓迎。これはやってないな。多分改装中のようでした。しかしその改装中の温泉を抜けたところに素晴らしい木造建築を発見。すごい建物だよね、これ。荘厳な木造3階建ての本館、国登録有形文化財に指定されている建物のようです。創業時代から残る江戸時代の土偶や大正の建築などが混在しているようです。やってないのかな。でも電気ついてるよ。外をうろうろしながら建物に感激して見ていたら、宿の方が声をかけていただけました。日帰り入浴はやってないそうでした。宿泊すれば木造3階建ての中に入れるそうです。一級旅館。後で調べてびっくり。ここは室町時代から続く老舗で、さまざまなタイプの部屋を持つ高級旅館。木造3階建ての本館はまるで映画セットのようと評判のようです。
最近レトロな博物館によく行きますね。またかと思う方もいらっしゃると思いますが、ここは今までのとはちょっと違いました。昭和レトロなものがたくさん置いてありますが、ここの特色は2階と別館。市松人形のコレクションと戦争に関する資料がありました。すごいわ、これは。千人針の実物や召集令状、赤紙というやつ。一番びっくりしたのは戦争当時の本物の新聞がたくさん。ちょっと身が引き締まる思いでした。また悲惨な戦争を起こさないためにもこういうものは貴重ですね。怖いわ。うわー、すごいわこれ。今日は道の駅七ヶ宿で休む計画、途中通過する小原温泉を覗いていきます。文久3年に新湯旅館として創業された風光明媚な小原渓谷を望む宿。かっこいいとこだな。小原温泉郷の手前、トンネルの入り口に位置していて見逃しそうな場所でした。すいません。加温加水なしの 100% 源泉かけ流し、岩色防潮泉透明で綺麗なお湯です。露天風呂は内湯から上がって少し歩きます。うわ、すごい。和風の露天風呂、男女別に分かれています。小さめの湯船、長湯にちょうどいいぐらいのお湯の温度でいい感じでした。どうしてもまた入りたくて2回目ですが来てしまいました。大好きな岩風呂。これが岩風呂だっていう感じのところです。管理人は外出中。箱に入れ飲んでるといくらだ？200円だ。200円。カーテンを開けると岩肌がドーンと見えます。階下に湯船が控えています。ワイルドだろうと言いたくなるような野趣あふれる湯はまるで洞窟の中。前回は暑すぎてほとんど入れませんでしたが、今の季節は少しぬるいか。下の石が動くなと思ったら真下から源泉が湧いていました。地域の方が大切にしている共同浴場です。災害で使用不可になっても皆で協力して再開したようです。感謝してお湯をいただきました。よいしょ。ちょっとこの景色だもんな。やめると1回無料なんだ。あ、本当だ。10位まで1回 OK って書いてある。期限なし。あ、綺麗だな。夜は予定通り道の駅で就寝。思ったより広くて大きな道の駅でちょっとビビりました。満天の星空、他の車はほぼいませんでした。道の駅から南下して今日は福島県に入る予定ですが、途中で大量の鳥居が並んでいるのを発見。宮司の家系である熊谷万蔵氏が稲荷神社の化身であると名乗る老人を助け、その礼として受け取った3頭の馬を元手に建てた神社。万蔵氏はその後修行を重ね即身仏に。
鳥居が並んでるのも最初だけだろうと歩き出しましたが、これが予想外に長くてびっくり。100基以上の鳥居を通り抜けると厳かな神社が現れます。ここでやっと福島県に入ります。前回行けなかった土湯横向き方面に進んでいきます。県道46号を南下し、Google マップに変な小道を走らされ、福島県国道115号を猪苗代方面に登っていき、土湯トンネル前を右折したところには、右方向です。それだよね、これね。すごいね、これから全部あるんだ。土湯峠温泉郷。あ、混じってきた。雪だね。完全に混じってきたね。これだ、完全に雪だな。走行中にこの先の温泉に電話で確認してみましたが、降雪のため今季はすでに閉鎖しているところが多く、入浴できるのは野地温泉ホテルのみでした。幕川温泉、赤湯温泉高山荘、鷲倉温泉などは来年までお預けですね。積もんないといいな。わあ、あんなに雪の塊が残ってる。うわー、吹雪いてる。左手前方向です。続いて目的地は右側です。到着。結構雪が結構雪だね。積もってる。あそこ日帰り入浴入り口って書いてある。うわ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 、もうえんちゃん。あ、やばいね、これ道がね。うわ、これはすいません、日帰りの入浴2人お願いしたいんですけど、はい、野地温泉ホテルは雲上の宿とも呼ばれ、目の前には福島市街地のパノラマが広がり、山本リンダ条件が合えば雲海も望める絶景が自慢です。寒いぞ。頑張って入りましたが、顔が凍りついて動かなくなりそうですぐに退散しました。その他にも天狗の湯という内風呂と露天風呂が一続きになっているユニークな湯船がありますが、この日は女性専用、妻が楽しみました。完全に積もっちゃったよ。その他山の湯、岩風呂、野田岩風呂と合わせて6つのお湯を楽しむことができます。完全に雪景色。天気は最悪ですが、最高の温泉濁り湯を楽しむことができました。風がやばいね。八千温泉ホテルから山を下って国道115号へ横向き温泉に向かいます。ここは私のナンバーワン推しの滝川屋があります。別動画ありますのでご覧ください。今回お邪魔するのはすぐ近くの森の料亭マウントバンダイ。ホテル風の建物でひなびた感じはしません。私の好きなレトロな感じではないかもしれないと思いながら訪問しました。温泉なんだな。古くはなっていますが立派な建物です。熟年の観光客が団体で入っていきました。よくある昭和な感じの内装、落ち着く感じが好きでした。フロントの方も元気よく、ジジババの扱いがうまいのがかの毒マムシ三太夫さんを彷彿とさせていました。男女別の内風呂と露天風呂があります。妻とはここでお別れです。あ、大浴場か。
内湯に入ってから外に出て露天に入るスタイル。泉質はアルカリ性の単純温泉ですが、油臭があり鉄分を含んでいるため、いい感じの渋い色、思ったより好きな感じです。びっくりしたのは露天風呂。戸を開けて狭めの階段を下っていくと、ブナの原生林が見渡せる露天が。しかも露天が2段になっていて、違う景色を楽しむことができます。鉄分を含んでいながら赤くなっていないお湯は新鮮な証拠でしょうか。とにかく感動ものでした。失礼な話ですが、予想外にめっちゃ良かった。90周年のキャンペーン実施中でした。人生は前向き、はい温泉は横向き。はい。少々お待ちください。はい、すみません。合言葉を言うとタオルがもらえました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お風呂入っていただいてね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。貸し切り風呂もあり、各観光地にアクセスの良い場所にあります。ここもいい宿でした。今晩は安達太良サービスエリアで就寝。途中の境で大好きな黒鍵を発見。なんかあるものをフライパンの上で乗せて食べるだけで豪華な夕食をいただいた気分です。行った。高速道路で一気に那須まで前進。福島の高湯温泉や中之島温泉は日取りが悪く入れなかったので、別の日程を組むことにしました。那須はなんだか華やかですね。高級別荘地のイメージが強いですが、どうなんでしょうか。最初に寄ったのは味噌漬物や車中泊飯には欠かせません。新米入荷しました。情熱を持った初代店主が多くの人々を巻き込みながら2000年にオープン。入って大丈夫なのかしら。日本の米食文化の素晴らしさを伝えたいという情熱から、米屋として生き残りをかけるために日本の食文化を守ることを目指し始まりました。こだわりの食材を使った土産や、隣のレストランでは食事もいただけるそう。そっちに。那須インターチェンジを降りたところから家族向けの施設がたくさんあります。孫が一緒なら最高に楽しそうですね。今回は2人なので奥の温泉地を目指します。県道17号を那須ロープウェイの駅に向かって進んでいきます。恋人の聖地という絶景スポットを通過。標高1300メートルの大丸旅館を目指しています。さすがにこの辺りの景色は最高ですね。那須温泉郷の中で最も奥地、茶臼岳の懐に抱かれた山間の渓谷にひっそりと佇む秘湯の温泉旅館。約200年の歴史を持ち、現在は6代目の経営者がその伝統を受け継いでいます。江戸時代には那須七湯の一つとして知られており、黒羽藩主の大関氏も代々湯治場として利用したと伝えられています。軍神乃木陸軍大将とその夫人は毎年湯治のために大丸旅館を訪れていたそうです。乃木将軍ゆかりの品々が展示されている乃木マリスケ将軍ゆかりの品展示コーナーもあるそうです。旅館までは駐車場から少し坂を下って徒歩で行きます。徐々に見えてくる旅館の姿が、これ全部電熱入ってんだ。温泉への期待感を高めてくれます。わあ、めっちゃ温泉流れてる。次回大丸旅館の川の湯へ。